皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速いってみましょう。質問1、iPhone ストレージを増やしたいのですが、どうしたらいいですか ?2022 年3月7日、質問2、iPhone の容量が足りなくて、ストレージを課金して増やしているのにもかかわらず、それでも足りてない状況です。それで、どうにかして容量を空けたいのですが、おすすめの方法、アプリ一種を教えていただきたいです。説明下手ですいません。2022年3月10日ということなんですが、実は私も iPhone864GB を長く使っていたので、その気持ちが痛いほどわかりますので、今回まとめたいと思います。わらわらわら。しかしその前に、iPhone ストレージと iCloud ストレージの違いをきちん認識していただきたいですね。64GB とか 128GB とか 256GB とか言われるのは iPhone 本体に内蔵されている iPhone ストレージのことです。これは OS とかアプリのプログラムを入れる領域で増やすことはできません。写真や動画などのデータを入れることもできますが、すぐいっぱいになってしまうので、クラウドと呼ばれるネットワーク外部ストレージに移動する必要が出てきます。これが iCloud 写真、iCloud ドライブや Google ドライブと言われるものです。こちらは増やすことはできますが有料で、OS やアプリのプログラムを入れることはできません。なので iPhone をうまく使うためには iPhone ストレージには OS とアプリのプログラムのみを入れる。そして写真や動画などのデータはクラウドや外部ストレージ SD カード HDD などに入れるという使い分けをする必要があるのです。ということで今回はできるだけ iPhone ストレージを開けるにはどうしたらいいのか、この点に絞って説明をしたいと思います。それでは早速いってみましょう。1、写真や動画は壁紙を除き iPhone ストレージからは全て削除をおすすめします。一時的保存場所としての使用はもちろん構わないのですが、常時保存場所には使わないという意味です。 iPhone ストレージを圧迫するのはこれが最大の原因だからです。整理するという意味でも iPhone ストレージ以外の場所に移動をおすすめいたしますね。しかしすぐに使える場所に移動したいとは誰でも思うことですので、以下の方法をおすすめいたします。ただし、2、iCloud 写真。これを使用することはおすすめしません。自動的にカメラロールと同期されるとはいえ、遅いというのが最大のネックです。タイムラグがあるため、様々な不具合の原因となります。また、カメラロールに戻すのも大変で、結局 iPhone ストレージを圧迫します。iPhone ストレージが足りなくなる諸悪の根源は、実はこの iCloud 写真なのです。3、iCloud バックアップでの写真保存。これを使用することはおすすめしません。ユーザーの中には iCloud 写真を使いながら iCloud バックアップ写真もオンにしている方がいますが、これは完全に二度手間、二重保存です。私はiCloud 写真も iCloud バックアップ写真も使用しないという方法をおすすめいたします。4、iCloud ドライブ。iCloud でこれをオンにすることはおすすめしません。iCloud ドライブは作業領域として iPhone ストレージを常に使用してしまいます。なので iCloud ドライブに移動しても iPhone ストレージは減りません。なので iCloud ドライブはオフをおすすめいたします。ただしオフにしても iCloud.com から iCloud ドライブに読み書きすることは可能です。読み書き速度は速いのでオフにした上で iCloud.com から iCloud ドライブを使うという方法が一番いいかと思います。なお Google ドライブは iPhone ストレージを圧迫しないので Google ドライブを使うという方法もいいかと思います。ということで、ではどこに写真や動画を保存した方がいいのかということなんですが、私は以下の保存場所をおすすめいたします。5、SD カード。SD カードリーダーを購入すれば iPhone でも SD カードに保存できます。ただし
Apple 純正品でないと、ファイルアプリで読み書きできないことが多いです。基本的には純正品をおすすめしますが、本体の下にブラブラぶら下げるのは嫌という方は、電源ケーブルにつなげるキューブ型のものや、Wi-Fi 無線接続タイプの SD カードリーダーもあります。ただし値段が1万円近くかかります。5. ナス SD カードも便利ではあるんですが、抜き差しを間違えるとファイルが簡単に壊れることがあります。安心な面から見たらネットワーク型 HDD である NAS の利用をおすすめします。ただし値段が2万円近くはかかりますね。6. PC の共有フォルダー PC をお持ちで同じ LAN Wi-Fi につながれているのであれば、設定により PC の共有フォルダを利用することをおすすめします。こちらはタダで利用できます。ただし PC の電源がオンになっていなければ使えません。この点が面倒ですね。その他 USB メモリーや外付け HDD なども利用可能です。7. リセット。その他が iPhone ストレージを圧迫している時にはリセットが非常に有効です。最初躊躇する方が多いんですが、私もそうでした。やっていると非常に簡単に復元できます。一度は必ずやってほしいですね。8. 肥大したアプリの削除。使っているうちに肥大していくアプリがあります。キャッシュを削除できるアプリは削除して、削除できないアプリは一度アプリごと削除して再インストールをおすすめします。9. 機種替え。最終的には機種替えをおすすめします。64GB から 128GB に交換するだけで全てが解決したという人もいます。それは私わら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 。中古であればさほどのお金はかかりません。 iPhone の場合、下取りが結構安定しているので機種替えはタブーではなく、むしろ下取りが高いうちに積極的にやった方がいいのかもしれませんね。私の場合、4年間も使った iPhone8 を1万4000円で下取りしてもらい、iPhone SE228GB を2万800円税込みで購入することができました。いろいろいじるより、これがかえって最も安上がりかもしれません。今はとても満足しています。でも今度の SE3、良さそうですね。5G でクラウドを使ってみたいですよね。2年後に中古で2万円以下になったら購入するかもしれません。わらわらわら。ということで iPhone ストレージが足らないという方は使い方を見直すことをおすすめいたしますね。以上です。言い忘れました。 iPhone ストレージというのは作業領域として常に 20GB 程度は開けておく必要があります。キチキチにしてしまうと iPhone がまともに動きませんのでご注意くださいませ。